はい、皆さんこんにちは、G です。このチャンネルはアイデアを表現するための技術的な解説をするテックっていうコーナーと、アイデアを考えることの一例として毎回新しいキャラクターを1体生み出していくキャラッパっていうコーナーの2本立てで配信していくチャンネルになります。僕はイベントやアミューズメント、商業施設などの空間提案を30年にわたって行っているデザイナーです。簡単なプロフィールは概要欄に書いていますので見ていただけると嬉しいです。それと、もし動画が面白いと思っていただいたら、チャンネル登録をしていただけると嬉しいです。前々回に1点投資についてちょっとお話をしたんですけど、今日は2点投資になります。簡単な形で2点投資をお話しします。それの道具として今日は、ファミマでこれを買ってきました。ティッシュの箱です。キューブになってると思いますので、これで説明したいと思います。前回はこの面が見ている方の目線に対して平行に動く。で、この四角はどこに行っても四角ですよという話の絵でした。で、今回はこれが少し角度がつくという形になります。なので、この面とこの面が平行ではないよという形になります。ただし、この縦方向の線に関してはどこに行っても垂直ですよっていうのが2点投資。なので、この面はどこかの消失点に消えます。こちらの面もどこかの消失点に消えます。大きな図で言うと、こちらの面の上の線と下の線平行なんですけど、これは水平線のどこか消失点に消えます。こちらの面も上の線と下の線はずっと遠くに行くと消失点どこかに消えていくという形になります。なので、このキューブでいうと3種類の線、縦の線ですね。それとこれで言うと奥行きの線ですけど、これが2種類、横の線と奥行きの線というのが両方奥行きを持った形になって2点の消失点を持つという形の書き方っていうのが2点投資になります。今日はそれのお話をします。ということで、行ってみましょう。ということで、2点投資を書いていきます。まずは I レベルを取って、消失点を2つ取ります。2点ですね。消えていく点が2つある。単純な形にするために真ん中にセンターライン取ります。そこにキューブ、先ほどのティッシュボックスのようなやつを3つ書きます。目線の高さと上下にも書きます。はい、次は下ですね。以前も話しましたけど、これの奥行きは目間です。適当です。慣れてくると四角というのが取れるようになります。というか、自分の目を信じてくださいっていう感じです。はい、上にも書きます。見上げですね。見上げたキューブということになります。底面が見えてるということですね。このキューブに関しては。ここが底面と。ということで、2点投資の応用を書きながらどんどん進めていきます。まずは真ん中のキューブを家、ヨーロッパ風の切り妻の家という形で書いていきます。屋根をつけて、この辺りに煙突をつけます。見ていただいている通り、キューブと横奥行き方向に水平な線、この屋根瓦の線もそうですけど、ここは全部消失点の方に向かっていきます。出口扉を書いて、同じく右の壁には窓を書いて、窓の上下も消失点に向かっていきます。ちょっと貼る窓にします。壁はレンガ風ということで歩道もついてます。目線ということで人がこのぐらいの大きさで奥には植木も植わってますという感じですね。家もキューブから作られますよ、形取れますよということです。で、上の方はおもちゃの電車のように書いてみます。はい、窓や扉も縦方向の線は全部垂直になります。
北域線だけは全て消失点に集約するという書き方です。縦は垂直です。底面も消失点に集約します。はい、車輪もあって窓もついていて、電車を下から見上げたところ、おもちゃの電車の感じなんですが、こんな感じになります。はい、では下のキューブは円筒を描きます。キューブに接するぐらいの大きさの円筒です。カンカンですね。カンカンというか、昔アンディ・ウォーホールが書いたキャンベルのスープ缶というイメージで書いてみます。ウォーホールに敬意を表してということで、キャンベルスープ缶です。これも円筒ですけど、基本形。前回も喋りましたけど、四角から取ってます。蓋があって、フルトップがついてるという感じです。ザクッと書いてるんで線は歪んでますが、この左下の方にキューブを書くと想定すると、相当変形するというか歪みます。実際のキューブは人間の目にはこんな形には見えませんということで、図法というのはカメラのレンズと一緒で、広角とか望遠ですね、望遠はあまり歪みませんけど、広角と一緒で真ん中からずれていくと歪みがどんどん大きくなっていきます。横線は消失点に消えるけど形はおかしくなっていくという感じです。はい、もう一つ二点通しの箱を書いてみます。ちょっと扁平の箱ですけど、よくお菓子とかタバコとかこういう箱があると思います。この範囲ぐらいまではあまり変形しないで二点通しも書けるということですね。楕円の柄が入っているという感じです。同じく右下の方に行くと、やっぱりこちらも形おかしになりますよという感じです。ということで、やっぱり形変ですねっていう感じですね。はい、家のキーも足しておきます。手前の歩道に電信柱があると同じく消失点に向かって小さくなっていきます。で垂直方向は全部平行でまっすぐ垂直です。人も遠く行くほど小さくなります。次は左上です。この辺りも形が変という形になります。キューブとしては少しいびつな形。でも楕円を描いて同じくキャンベルのスープ缶のようなものを描く場合はさほどいびつさが出ないということです。キャンベルということですね。はい、次は電車の右上にも四角を描いてみます。長方形。同じく消失点に消えるんですが、小さなバス、ミニバスを描いてみます。車輪があって窓があって乗り降りのドアがあると。車輪があってバスの底面が見えてる角度になります。と歪むところに四角を描いてみます。
はい、ここまで歪むと人間の目ではちょっとないねという感じです。おかしいやんという感じかな。最後に家の横に船描いてみます。どんなもんでも基本は長方形、正方形、四辺形から形をとってるっていう感じを分かっていただければと思います。はい、帆船です。マストのポールも消失点側に向いていってると。で、帆が張ってあって、後ろにも帆が張ってる。ロープが張っていて、マストを支えてるっていう感じです。こういう帆船も基本はこういう方形から形をとっていきます。甲板にはデッキがあって、ちょっと見ないで書いてるのでどんな形か分かりませんが、喫水があって波があるという感じになります。真ん中の家のそうですね、人やこちらに横断歩道のライン、島のラインも消失点に消えていくということになります。こんな感じで2点通しっていうのはキューブをモチーフとして形をとっていく。これを覚えてると相当いろんな形をとるのに役に立ちますというお話でした。このキューブですね。今日は以上となります。では。